江戸っ子文化の中では、おせっかいとおせっかいしてはいけない部分のけじめっていうものを非常に子どもの頃から教えていたそうです。特にですね、商人道を教える塾があったらしいんですね。でそこではね、商人の立派な商人になるためにはこういうところを気をつけなければいけませんよと。でその中に非常に優れてるのは三奪の教えっていうのがあって、社会的身分とか、名刺だとかそういうものを一切に、気にしてそういうものに振り回されては詐欺師に遭うよと。だから自分の目で相手を確かめなさいと。その人の喋り方とか目線の置き方とかそういうもので名前も名刺も紙も一切なしです。今で言うとスパイの訓練じゃないですけど、その人の名前を一回聞いたら自分で覚えきる。そして衣装とか衣装が良くてもでもそれも詐欺師かもしれないから、その人の振る舞いのちょっとしたお茶の飲むその見方とかですね、下駄の揃え方とかですね、ちょっと座布団を裏返して帰るとかですね、そういうことがあるんですね。それから日本の場合は畳のへりは踏んじゃいけないんですね。踏んで歩くような人はもともとが上品な人じゃないわけです。上品な人はその絶対的にその畳のへりを踏まないように気をつけて歩く。それからお座布団に乗る時でも「ありがとうございます」って言ってそして乗るわけですけど、乗ると自分が乗った座布団はへこみますから帰る時は裏返して帰るとかですね。それからまた障子の開けたり閉めたりっていうこともやっぱり1回で全部開くんじゃなくて1回小さく開いてそれから2度目で、大きく開いてそしてまた閉めるというふうな作法というのがありまして、それは法律ではなくむしろ茶道 お茶ですね、お茶の道として教わったり、それからある程度の領家と言われているところではそういうのはでっち小僧さん、小さい時に地方から出てきてその商人の家に住み込みで一人前になるまでいろんな訓練させられるんですけど、そういう時にちゃんと仕込まれるからとても大人になった時にはそのマナーがしっかりあるんですね。ですからそういうこともしないで立派な衣装を着て何かやっててもね、その、商人道で三奪の教えっていうので見た目でそういうものを評価しちゃいけない、自分の目で見なさいよって、それで人の目線を外すような人は信用しちゃいけないとかね、おどおどしてる人はおかしいよとか目が踊ってますとかね、それから喋り言葉もやっぱり訛りとかそういうものもね、私は関西から来たんですよ、大阪商人ですって言ってもね、大阪訛りでないと、あこれはもっと北陸の人じゃないかとかね、嘘ついてるなとか、本当が本当じゃないかっていうことを自分の五感できちっと判断し、それでそういう時に約束の時間に遅れてくるような人は信用しちゃいけませんと。でその時間に対してもものすごくね厳しかったんですね。で江戸時代なんて時間ないじゃないって思うかもしれないけど、きちっとその寺の鐘が鳴りますから江戸中で。だからその今でいうとこの3時に行きますよって30分だけお時間くださいっつって1時間も2時間も喋っていくような人がいたら、そうしたら相手の時間を奪ってるわけですね。30分で済む用事を2時間ベラベラ喋ってくだらない話をしていくような人は信用してはいけませんと。あの人は時間泥棒なんだからやっぱりその商人としてはあまり出来のいい人じゃないよねっていうことで、そういうふうにいろんなマナーがあったんですけど、今日にも通じるようなことがとてもたくさんあります。例えば自分の自慢ばっかりする人は江戸時代はブーなんですね。なぜかっていうと俺が俺がっていうのは西洋社会でもすごく嫌われるけども、やっぱりある程度エリートになっちゃうと俺が俺がになるでしょ。で私は特別なんだからみたいなね。だから座席だっていいものもらって当たり前だし、一番いい場所くれないとはーっつって怒り出したりとか、そういうのは江戸時代は成金って言われました。お金はあるけれどもマナーが悪い。つまり一代限りでお金持ちになった人はもう歴史的なマナーを学ぶ暇がなかったから、もうブラックカードを見せつけて払うとかね、なんか洋服を預ける時にブランドが見えるアルマーニとかのそういうコートをわざと着ていって見せるとか、車のいいやつを見せるとかね、
それって江戸の時代には「ふん」って言われる「成金だよねあの人」って言われるようなもんで、本当の人はそういうことをしちゃいけないというふうに教わってくるわけです。ですからそういう意味では日本の江戸文化っていうのは、どっちかっていうと商人が結構支えた部分があるんですけれども、やっぱりね質実剛健で、いわゆる他人にガチャガチャ見せびらかすよりは自分の楽しみを最大限に謳歌していれば、他人に見せつけるような部分をあんまりやりすぎるとふんって鼻つままれちゃう。あの人成金ねってやっぱ本物じゃないんだよって、それは今にもつながってることです。例えばね、今につながるってどういうことかって言いますと、例えば六本木ヒルズに住んでる人、それから田園調布に住んでる人、こういう場所っていうのは結構ですね、エリートが住む場所っていうふうに思われてるかもしれないんですけれども、実はあそこに30年ずっと暮らし続ける人ってめったにいないんですね。ほとんど10年ぐらいすると倒産したけどどっか行っちゃうわけです。 IT 長者さんがその頃は六本木ヒルズとかに住んでたかもしれないけど、10年経って聞くと別の場所にいるんですよね。みんな出ちゃうわけ。それから田園調布も同じくで、成功したら田園調布に住みたいとか言ってみんなあそこにバブルの当時はどんどん値上がりして住んだんですけど、バブルが崩壊したら土地価は10分の1ぐらいになって、それでもガラガラで随分たくさん売り物が出たけど誰も買わないと。っていうことは、その時にバブルが崩壊して空き家だらけになったのは多分倒産した人がすごく多かったっていうことで、ですから長く何代も何代もね、豊かな暮らしをしている人たちはそんなに目立たないんですね。お金があるようにも目立たない。それでいて自分の分層を非常に大事にするその文化を持ってるわけです。だから人にひけらかさないようにでも楽しく暮らすということをしてる人たちは本当に心も顔も恵比寿顔っていうかですね、恵比寿顔っていうのは、笑った顔がすごい可愛らしくて、素朴で温かみがあると、そういう人こそ本当の文化人だっていうふうに言われてるのが江戸文化で、それは今日まで伝わってて、やっぱりある種成金趣味が今ではものすごくね増えてきました。でそういう人たちのことをセレブとかね富裕層とか呼ぶかもしれないけれども、実はですね、私がちょっと私立の学校なんか行くとですね、エリート校って言われててお受験で一生懸命入ったような学校で、エルメスのバーキンですね、みんなが見せびらかし合う風土のあるような学校の人たちは残念ながら半分ぐらい銀座のバーで働いてた人が、そこでなんか出会った人と結婚している人が多いんですよね。それってあんまり知られてないけど実際そういう人たちがとっても多いんですね。ですからなんかきらびやかっていうよりはちょっとなんかキャバいキャバクラ風というかですね、そういうふうな衣装を着てる人が多くて、そういうところでバーキン見せびらかすのって何っていうとやっぱある種下品ですね。だからそういう中に本当の日本はないよと、むしろ普通に暮らすことの中で本物の日本人を探すんだったら笑顔の美しい人で優しい人、そういう人たちがたっぷりいる場所どこって言ったらやっぱり下町の方ですね。そちらの方には2代3代4代、ずっと住み続けている商人がたくさんいます。なぜかっていうと500年以上続いてる、企業が日本には1500とか2000とかあるんですね。ですからそういう人たちは家訓の中にさまざまなものを今日に至るまで持ち越しているので、その風土っていうのはとても、役に立つものがあると思います。